はい、今回は、側面のシステム解説をしていきたいと思います。まず側面ってじゃあどんな状況なので、お話なんですけれども、側面というのは、相手の技を避けたりとか自分が OM して、技を打つとこのように相手の側面から打撃が当たっている状況になります。で、この左下の詳細表示されている部分のところにも、サイドって出ます。で、この状態が側面取っている状況になります。では、側面ってじゃあどうやって取れるのっていうお話なんですが、これは、大きく分けて2つあります。1つは、OM から打撃を出す。もう1つは、相手の攻撃を避けて打撃を出す。この2つになります。今説明した、OM の後の打撃、技を避けた後の打撃で、側面を取れると説明しましたが、1個これ注意事項があります。それは何かというと、この OM した後、相手の技を避けた後に技を出すのが遅いと、正面になってしまいます。具体的にはどんな感じかと言いますと、これが最速で出した場合、OM から最速で出しまうた場合ですね。で、ダメなで正面になってしまうんですが、OM した後ちょっと遅らせて P を出すと、このように正面になってしまいます。で、これは技を避けた後も一緒で、このように避けて P を打つ側面です。で、避けてちょっと遅く P を打つ。そしたらこういう風に正面になってしまいます。なので、側面を取りたい場合は避けた後に、なるべく早く打撃を打つことが大事です。で、どんなに発生が遅い打撃でも、先ほどの OM 後もしくは相手の技を避けた後、ちょっと特定フレーム数以内、何フレームかちょっと正確には僕は分からないんですが、それ以内に打つと、必ず、側面を維持することができます。ちょっと極端なんですが、例えば避けて長山最大痛め、これさっきより発生がもう4倍ぐらい遅いんですけれども、これでも側面取れてます。こうですね。こんな感じでやると、側面は取れます。で、OM ですね。OM の後も同じです。これも OM した後ちゃんと最速というか、できるだけ早くですね。打撃を出すと、このようにどんなに発生が遅い技でも側面を取ることができます。なので、側面を取りたい場合は、OM の後、技を下げた後、どちらも、なるべく早く攻撃を打ちましょう。はい、次は、側面と背面だけに存在する、ガード不能状態というものがあるんですが、それの説明をします。側面と背面は、ガードボタンを押すことによって正面に向き直ることができるんですが、その向き直る間ですね、ガードができない状態があります。それは、それぞれ側面から正面に向き直るまでに3フレーム間ガード不能時間があって、背面から正面に向き直るまでに5フレーム間あります。で、その状態を利用して、正面から繋がらない、連携とかが、側面だったり背面だったりすると、コンボになる状況が、存在します。それらをちょっと説明していきます。はい、ではまず、側面から正面に向き直るまでの、ガード不能時間を利用した、ガード不能連携というものをまず説明していきます。まずこのリオンのですね、前構えからの KK というこういう技があります。で、この技2発目当てるとプラス8フレームを取れた状態かつ相手が横向きの状態です。で、この状態、要は側面向いている状態なんですが、向き直るまで3フレームかかると今さっき説明したと思うんですが、その3フレームを足すと、実質8フレームプラス振り向くまでの時間3フレームで11フレームまでの技がガードすることができません。で、どういうことかというと、これを出す8で、これ P を打つ。で、P っていうのは11なんで、8フレームプラス
側面から向き直るのを3フレーム間ガードができないということなんで、実質11の技まではガードができなくなります。なので、この連携は、ガード不能連携として成立します。ただ、回避方法とかもありますが、回避方法とかに関しては、口述します。はい、次は、背面から正面に向き直るまでの、ガード不能時間を利用した、ガード不能連携ですね。こちらを説明します。まずこのリオンの投げる MyPG という股の下をくぐる投げがあるんですが、これは、投げが成立するとリオンがプラス10フレームになります。で、この10フレーム有利な後、10フレーム有利かつ相手の背面を取ってるんで、15フレームの技までガードできない状態となっています。なので、今からやる連携が、ガード不能連携として成立します。いきます。これですね。これは、本来発生15でプラス、この投げの後プラス10で、このウルティプラケースね。発生15なんですけれども、本来だと絶対成立しないんですが、背後から正面までで向き直る時間をプラスすると、プラス15フレームになるので、15フレームの技までガードできないという状況になるので、こちらがガード不能連携として、成立します。こうですね。で、これを、16にすると当然ガードすることが可能になります。なんで15までの技だったら、全てガード不能になりますので、肘だったりとかでもいいですし、この下パンとかでもいいですし、いろいろできると思いますんで、いろいろやってみてください。先ほど説明しました、ガード不能連携というものに関してなんですが、なぜガード不能連携か。フレーム的にはガードができないのでコンボになるんじゃないかと思った人もいるかもしれないんですが、あえてこれガード不能連携って言ってるのは、一部の技で回避することが可能なので、ガード不能連携と言っています。で、これなんでガード不能っていうだけかっていうと、ガードができないだけでしゃがんだり技を出すことができます。で、それを利用して回避することが可能なので、それを今から説明していきます。ガード不能連携の回避方法なんですが、それのちょっと一例を今からお見せします。これ、アキラにタッチパン、ゲームオンテストに、下パンという連携を覚えさせています。こういう連携なんですが、この連携というのはゲームオンテストへのカウンターで当たると、下パンが確定します。ゲームオンテス戦でプラス9で、下パンの発生が12なんで、振り向くまで3フレ利用してちょうど12なので下パンが確定するという状況になります。なので、一度ちょっとそれが確定しているかどうかを、証明してみます。はい、ガードボタンを押してます。食らってますね。はい、食らってます。で、これを、これはガード不能連携というやつなんですが、リオンだったりラウだったり、一部のキャラはこれを回避することができます。どういう風に回避するかを今からやります。カウンターで食らいます。これですね、上 K。リオンだと 8K ですね。で、回避することができるんですが、これなんで回避できているかっていうと、8K 打った瞬間にすぐジャンプステータスになるので、下段技が透かります。で、先ほど説明したように、この状態ってガードができない状態なだけであって、技を出すことが可能なので、それを利用した回避方法になります。はい、もう一つ、今度は、上段技ですね。上段技がガードできない状況というものも、先ほどと同じような感じであるので、それの回避方法も、一度、やってみます。で、今度は、アキラに、側面リモンカウンター情報という連携を覚えさせています。で、側面のリモンカウンターでプラス11フレームなんですが、向き直るまで3フレームやっぱかかるので、14の技まで確定します。で、その情報という技は、発生が14フレームなので、側面からリモン長中カウンターで当たってしまうと、情報がガードできません。こんな感じですね。こんな感じで。ガードをしてるけどガードができない状態です。で、じゃあこれはどうやって回避するのかと言いますと、答えはすごく簡単で、ただしゃがむだけです。しゃがむだけです。
これも結局ガードができないだけだってしゃがんだりすることができるので、しゃがむことによって上段は回避することが可能です。ただ、どうしてもちょっとコンボになってしまうやつがあって、それが何かっていうと中段技になります。はい、まあ、この側面リモン白虎ですね。これを覚えさせるんですが、この白虎って中段攻撃になってるんで、これ立ってもしゃがんでも回避することできません。なので、これはガード不能連携なんですが、完全にコンボになっています。これしゃがんでます。しゃがみガードします。中段なんで当然ガードできません。で、これ立ちガードしますが、この技、白虎総称だっていうのは発生14なんで、先ほどの情報と一緒で立ちガードもできません。で、中段攻撃なんでしゃがみガードもできません。よって確定になります。次は、側面ならではのシステムとして、側面から技を当てた場合、ボーナスフレームというものが存在します。これからそれがどういうものかっていうのを説明します。ボーナスフレームというのは、3種類存在してて、それぞれ、技を当てたフレームですね。タッチパンだったら、正面からだとプラス5なんですが、この技を正面からやった時のフレームに、プラスフレームがつきます。で、それが3種類あって、それぞれプラス2、プラス3、プラス6とボーナスフレームがつきます。で、その、3種類のボーナスフレームがどういう条件でつくかっていうのをこれから説明します。まず、プラス2ですね。ボーナスフレームプラス2がつくのは、この3種類はダメージによって管理されています。まず、プラス2フレームがつく、状況というのは、ダメージ1から14までです。この撃破、この技ですね。この技正面からだったらマイナス10なんですが、ダメージは1です。で、これを側面から当てると、ボーナスフレームプラス2ついて、マイナス8フレームになります。他の技も同様で、タッチパン、これダメージ10で、効果差プラス5なんですが、側面からだと、ボーナスフレームが2つくので、プラス7になります。で、次、3フレーム、ボーナスフレーム3フレームつく条件というのは、ダメージが15から24の技にプラス3フレームつきます。この技なんですが、これダメージ15でマイナス3フレームです。これを側面から当てると、このようにプラマイ0に、ボーナスフレーム3フレームつくんでプラマイ0になります。でこれも同じです。これも正面からだとプラス5なんですが、側面からだとボーナスフレーム 3フレームついてプラス8になります。で、最後に、プラス6フレームつく技なんですが、基本的に浮かせ技とかに多いです。例えばこの養蜂だったりとか、あとは、この提出団体って、こういう浮かせ技だったりするんですが、これらの技は基本的にプラス6がつきます。で、この技ですね。これダメージ25で効果差プラス5なんですが、側面から当てると、プラス6フレームですね、プラス11フレームになります。じゃあ、このボーナスフレームを使って、どういうことができるかっていうのをちょっと軽く説明します。例えばなんですが、この技ですね、この技、ガードされてマイナス5なんですが、マイナス5でダメージが25ある技です。で、先ほど説明した通り、ダメージ25以上の技っていうのは、ボーナスフレームがプラス6フレームつきます。なので、側面から当てると、プラス1になります。これが、どういうことかと言いますと、これガード後に、相手がタッチパンチを打つように設定してるんですが、正面からだと当然マイナス5なので、相手のタッチパンに勝つことはできません。ただ、側面から出すと今度はこれ逆に有利になっているので、相手のタッチパンに勝つことができます。で、このように側面から特定の技を当てると、ガードして本来なら不利な技が有利になったりするので、それを継続することができます。なので、技のそうですね、フレームをしっかり覚えて、側面からやった時にちゃんと行動できるようになれば、技をガードされているにもかかわらず、攻めを継続することができるので、これは非常に大事な要素になっているので、ぜひ覚えてください。本来確定がある技、側面からガードさせる、正面からだと、
確定がある技でも側面からガードさせることによって確定がなくなったりすることもありますので、一応それも軽く説明しておきます。本来はこれジャンの引き座なんですが、正面からガードした場合っていうのはマイナス15フレなんで、このように確定反撃があります。ただ横からガードした場合っていうのはマイナス15フレームにボーナスフレームが6フレームつくのでマイナス9フレームになります。でこれがどういうことかっていうと、このゲームの最速打撃の発生っていうのは10フレームなので、マイナス9フレームってことは確定反撃がなくなります。このように、さっき正面だったら今の技が確定してたんですが、側面だと、ガードがこのようにできるようになっています。で、もう一つ。これ一番発生が、アキラの中で早い発生を持つのがこれ投げなんですが、これ10フレです。けど、ジャンの、効果は、マイナス9フレームなので、このように確定がないので、もう一回膝で暴れて投げに勝つことができたりするんで、側面のこのガードさせた時の、ボーナスフレームを利用した、防御テクニックとか役に立つというか、こういうこともできますので、ボーナスフレームをしっかり覚えて、このようにダメージを奪えるチャンスが増えると思うので、頑張ってこれも覚えてください。最後に、側面のみつながるコンボや、ガード不能連携などをちょっと軽く紹介して、終わりにしたいと思います。まずアキラなんですが、アキラだと、代表例ですが、この白羽効果山や、これシュラドンって言われてるやつなんですけど、こういうものがつながります。正面だとこれつながりません。で、他には、このジャンですね。ジャンとかだと、側面でこの TPK、これもつながります。ガードで一発目の P 食らった後、ガードを押して下入れてるんですが、ちゃんとつながっています。これも正面ではつながりません。こんな感じでつながらないようになっています。ただ側面だけはつながります。で、このように側面だけつながるものというのは、PPK であれば、葵だったりサラだったりもつながるんですが、やっぱ技を避けて P とかを入れる機会が非常に多いゲームなので、ここら辺を逃さずに入れることができれば、やっぱダメージを取れて勝利に直結することが多くなると思います。ので、こういうチャンスを逃さず入れれるように練習してください。今回は以上となります。ありがとうございました。